ファッショナブルバドミントン。蝶のように舞い、機関銃のごとく打つ。さあ、あなたも華麗で力強いバドミントンのテクニックをマスターしましょう。バドミントンは非常にハードなスポーツです。練習に入る前にこのようなストレッチングで体をほぐしましょう。ストレッチングは無理をしないで、できるところまでゆっくり体を伸ばし、そして10秒から20秒くらい呼吸を止めずにそのままの体勢で静止します。肩から腕を伸ばします。足をクロスさせ、太ももの後ろ、ふくらはぎを伸ばします。足を曲げ、かかとを床につけたままゆっくり沈み込んでアキレス腱を伸ばします。お尻は床に触れないようにします。背筋を伸ばし、かかとを浮かさないように体をねじります。反対側も行います。ヨガのような格好で足の裏を合わせて座り、体を前に倒します。柔軟体操の要領で体を横に倒し、手がつま先に届くようにします。つま先をぐっと手前に引っ張ります。両肩を床につけたまま腰を反対側にひねります。今度は両肩を床につけたまま足をまっすぐに伸ばし、後ろへでんぐり返りするようにします。太ももの前側を伸ばします。足の片方を曲げ、ゆっくりと後ろに倒れます。片方の膝を曲げてつま先を引き寄せます。アキレス腱とお尻から太ももの筋肉を伸ばします。両足ともしっかり行いましょう。正座の姿勢からゆっくり背中を後ろに倒していきます。腰と腕を伸ばし、顎が床につくくらいまで体を前に倒します。腕を伸ばし、上体を思い切り反らせます。首の周りの筋肉を伸ばします。前後左右に行いましょう。手首、そして腕をほぐします。表側、裏側の筋ともにしっかり伸ばします。いろいろと角度を変え、足首を伸ばします。最後に全身で大きく伸びをしてストレッチングは完了です。実際のバドミントンの練習、試合で使うさまざまなフットワークを20分から30分のランニングの中に取り入れます。まずはバックステップ。サイドステップ。
クロスステップ。膝の屈伸を使って実際にシャトルを取りに行く動作をします。ジャンプ。スキップ。このように走りにいろいろな変化をつけることが肝心です。音楽に合わせリズム体操的に行うと辛いトレーニングも苦にならないはずです。チャイニーズステップとは特にバドミントンのために中国で開発されたトレーニング方法です。つま先立ちして常に動きながらステップの合間合間に一つの動作を約10秒間繰り返します。足の小刻みな前後移動、重心の移動をなるべく小さくします。つま先立ちした両足を横に開いたり閉じたりします。チャイニーズステップの最中、かかとが床につくことはありません。両足を揃えたまま前後へステップ。両足交差。常に一定の場所で動作を行うので広いスペースは必要ありません。これがチャイニーズステップの特徴です。つま先による方向転換、重心の上下動はなく腰の位置も変わりません。ジャンプ。両足を揃えて大きくジャンプしましょう。もも上げです。できるだけ大きくリズミカルに行います。左足を軸にして右足を前後に入れ替えます。顔の向きは一定です。今行ったのと反対、右足を軸にした左足の前後への入れ替えです。沈み込みからの前へのフットワーク。膝の屈伸がポイントですが、あまりジャンプはいりません。ネット際のプレーに役立ちます。下半身の向きを瞬間的に変えます。ただし上半身の向き、顔の向きは変わりません。斜め後ろへのジャンプフットワーク、シャドウショットになっています。空中での両足の入れ替え、膝が足首より前に出ないように注意しましょう。上体は立ったまま、腰は十分に落とします。小刻みステップ。一番最初に行った足の前後移動よりもっと小刻みに移動します。バドミントンでは自分のポジションからショットの場所へ素早く移動することが大切です。チャイニーズステップにはそれら全てが盛り込まれています。さあ、それでは用具を使った練習方法に入っていきましょう。
バドミントンのラケットの握り方には大別して2種類あります。イースタングリップ、オーソドックスな握り方で台所で包丁を持つように、または人と握手をするような感じで握ります。親指と人差し指で V の字を作り、残りの3本の指でグリップを支えます。これはウエスタングリップです。俗に平持ちと言われ、ラケットを平たく持ちます。ミートしやすいのが特徴で、プッシュ、ドライブを打つのに適しています。グリップの幅の広い部分が手のひらに当たるようにしましょう。実際にシャトルを打つ前にフォーム作りのために100回くらい素振りをしましょう。どのストロークでも右足から左足への体重移動、右肘を伸ばしきらないことがポイントです。ラケットを頭の左後ろから巻き込むように打ちます。上体は後ろに反らせます。ラケットを腰よりわずかに上、床と平行にスイングします。打点は体の少し前に想定します。右足を大きく前に踏み込み、ラケットヘッドを旋回させてシャトルを跳ね上げます。バックハンドの場合も右足を大きく前に踏み込んで打ちます。脚力に乏しい女性はぜひこの打ち方をマスターしたいものです。右肩をネットに対して平行にするのがポイントです。打点をつかむ練習方法として、竹竿や物干し竿からシャトルを吊るします。高さはラケットを持って打てるギリギリにします。打点の位置は頭の前10センチくらい、素振りの時と同じように体重移動をしながら打ちます。腰の高さのシャトルをサイドアームで打つ練習です。右足を踏み込むようにしましょう。バックハンド、アンダーアーム、アンダーアームのバックハンド、ラケットやシャトルの変化、落下速度に慣れるために羽子板の要領でシャトルを打ち上げてみましょう。ラケットは両面を使い10回から20回続くようにします。2人ペアになってラケットでシャトルを受け渡しします。ラケットが自分の体の一部になるような感覚を養います。ラケットを常に自由自在に扱えるようにしましょう。
床に落ちたシャトルをラケットですくい上げます。壁打ち。壁から跳ね返ってくるシャトルは変化します。これに対応できるようにフォア、バック両面を使い、慣れてきたら早く低く打ち返します。スタンスは肩幅と同じくらい。右足を心持ち前に出し、左足は半歩下がります。左足のかかとは上がっています。体はやや前傾、ラケットは立てて構えます。良いコートカバーリングは良いフットワークから生まれます。ホームポジションから左右へ動くときは2歩で移動し、左足から先に出ます。1歩目は小さく、2歩目の右足の踏み込みは大きく、バックサイドも同じです。前後へのフットワーク。前へのフットワークは左、右の2歩で行うのが基本です。後ろへは右、左、右の3歩で移動します。慣れてきたらジャンプや小刻みなステップを取り入れ、自分なりのフットワークにアレンジしましょう。フットワークでは戻りが一番肝心です。打ち終わったら素早くホームポジション、4つのコーナーに最も近い位置に戻りましょう。どんな時でも打つ時の軸足は必ず右足になります。コート前面を使い、ホームポジションから遠く離れた位置まで斜めに移動します。クロスステップでのフットワークです。10秒ないし15秒くらい動いたら、同じくらい休んで呼吸を整え、また繰り返します。ワンステップフットワーク。一歩で行って一歩で戻る、上級者用の飛び込みのテクニックです。両足でのジャンプ。空中で足が交差しない点に注意。動きのロスをなくすためのやはり上級者テクニックです。両サイドのネットの前にシャトルを5個置き、ホームポジションを経由して反対側のネットの前まで1個ずつ運びます。全部運び終えたらまた元の位置に戻します。シャトルを今度は4つのコーナーに運びます。確実にその位置まで足を運びます。かなりの運動量ですが、くじけずに頑張って。指示者を置き、指示された方向にフットワークします。確実に自分のポジションをキープし動きます。ゆっくりでも構いません。シャトルを投げてもらい、シャトルの落下コース、スピードに合わせてフットワークします。上達したらシャトルのコース、スピードに変化をつけてもらい、投げる側のリセプション、いわゆる変化にも対応できるようにします。
さあ、いよいよ基本練習に入ります。より高く遠くへ飛ばすためのショットでオーバーヘッドストロークを使います。時間を稼ぐために自分が不利な体勢の時多用するショットです。腕をまっすぐ伸ばして打ちます。このようにシャトルは高く遠くへ飛んでいきます。打点がハイクリアよりも少し前になり、シャトルの軌道もやや低くなっているのが分かります。より攻撃的なストロークといえ、自分が有利な時はドリブンで押しまくります。これがドリブンクリアの理想的な軌跡です。相手をネットに引き寄せるためのショットです。ラケットをフラットに使い、肘を少し曲げて軽く合わせます。相手コートのサービスラインより手前に落とすようにしましょう。これがドロップの理想的な軌跡です。ダブルスで多用されるショットです。シャトルをネットから浮かさないように床と平行、もしくは相手コートに沈み込むように打つのが理想です。体の前にラケットを立てて打点を前に置いて打ちます。ウエスタングリップが適しています。ネット前から相手コートにシャトルを押し込む感じのショットです。構える位置はサービスライン付近が理想。スイングそのものはコンパクトにします。ラケットの両面を使って相手の両サイドに打ち分けましょう。バドミントンで最も攻撃的なストロークで一流選手のスマッシュは初速250キロから300キロもあります。肘をほんのわずか曲げ、リストを効かせ、打つ瞬間にシャトルに全体重を乗せるようにします。ネットの上10センチから15センチのところを通過するのが理想的なスマッシュです。より高い位置から角度をつけて打ち込みます。ラケット面をあまり上下させず、腕全体で柔らかく押し上げて打ちます。ネットの一番上の部分にシャトルを差し込む感じになります。膝のバネの使い方がポイントです。シャトルのスピードは限りなくゼロに近くなります。ハイバックによるストロークはいずれも非常に高度なテクニックを要します。フォアハンド同様、クリア、スマッシュ、ドロップなど打ち分けられるようにするのが理想です。大きくリターンすることを考え、左手の肘を胸の前で軽く曲げ、打つ瞬間後ろへ引いてやるとタイミングが取りやすくなります。両足はネットに対して平行、横目でもいいですから相手をしっかりと見ることが大切です。ドロップに対するレシーブはアンダーハンドを使ってリターンするのが一般的です。ポジションからネット前にフットワークし、右足を大きく踏み出し、下からシャトルをすくい上げます。より高く打ち上げた方が次の体勢作りのために有利です。プッシュに対するレシーブにはラケットのグリップを短く持って対応します。体の前にラケットを立て、小さなスイングでネットスレスレを通過するようにリターンします。スマッシュに対するレシーブは相手コートの奥深くまで大きく返すことを最初に心がけます。肘や膝を軽く曲げ、幾分前傾姿勢でラケットを短く持ってシャトルを待ちます。バックハンドによるリターンが全体の7割くらいになるので、この練習を日頃からしっかりしておきましょう。ヘアピンによるリターン、ネット際にスピードを殺して返します。そして再び大きくリターン、このように変化をつけてレシーブすると効果的です。
ショートサービスは主にダブルスゲームで使われます。コントロール第一のサービスなのでスイングはコンパクトにします。打点を一定にして常に同じスイングで打つこと、シャトルから目を離さないことがポイントです。落としどころは相手のフォアサイドの前、そしてバックサイドの前の2箇所になります。ドライブ気味に打つロングサービス、やはりダブルスゲームで多用されます。ショートサービスのフォームからシャトルを強打し、狙いどころはセンターライン後方とサイドライン後方の2箇所です。シングルス用のロングサービスは主にフォアハンドで打ちます。左足を前に出し、シャトルを高く打ち上げます。落としどころはロングサービスライン、バックバウンダリーライン後方の2本の線の間を狙います。打つ瞬間、打点が腰の線より上にあってはいけません。バックハンドのサーブの場合は特に注意しましょう。打つ瞬間、ラケットヘッドはラケットを持つ手全体よりも完全に下に位置していなければ反則です。サービスするとき、足の一部を引きずったり床から離したりすると反則。ラインを踏んだりまたいだ場合も反則を取られます。バドミントンではサービスをレシーブするとき、常に自分たちが有利だということを頭に置いてください。すなわちサービスレシーブイコール攻撃なのです。ショートサービスに対するレシーブは積極的に前に出て行います。左足を前にし、ラケットを体の前に構え、リストアップして打ちます。先ほど学んだプッシュの要領です。リターンコースはご覧の9箇所が理想です。ダブルスのロングサービスに対するレシーブは余裕があるので果敢に攻めていきます。スマッシュ、ドロップなどで下に向けて攻めていきます。スマッシュに見せかけジャンプしてのクリアも一層効果的です。いくつかのショットを打ち分けることによって相手を戸惑わせ、試合を有利に展開できます。基礎のテクニックを学んだところで試合につなげていくための応用練習に入りましょう。実践的なラリーのパターンを紹介します。反面のオールロングはすべて相手のバックバウンダリーラインまでリターンします。自分のポジションからスムースに動き、ハイクリア、ドリブンクリア、アンダークリアなどで対応します。相手方はクリア、スマッシュ、ドロップなどをうまく組み合わせて練習者を動かすようにします。前面のオールロングはより実践的にコートの前面を使います。前と同じように全て相手のバックバウンダリーラインまでリターンすることを心がけます。相手の両サイド奥へシャトルを飛ばすことができるようになればベストです。反面のオールショートはオールロングとは反対に
相手から打ち返されたシャトルを全てネット前に集めます。カット、ドロップ、ヘアピンを使います。こまめにフットワークし、シャトルの落下地点まで確実に足を運ぶようにしましょう。ヘアピン、ドロップ、アンダークリア、この3つのショットをお互いに打ち合って行う練習。なおヘアピンを打つ場合、厳しくコントロールしていくことが練習の効果を高めます。リターンするコーナーを決め、そこへ全てのショットを集中させます。1箇所が終わったら次に逆サイドのコーナー、それが終わったら前方の2箇所のコーナーに1点返ししていきます。スマッシュを打ってリターンされたシャトルをネットに落とし、相手に上げさせる。それをまたスマッシュに行くということの繰り返し。スマッシュを打った後、3歩でネットに寄る点に注目。これまでは主にシングルス用の練習でしたが、ここからはダブルス用の練習です。相手のスマッシュをドライブでリターン、ピンチをチャンスに転じる俗に言う切り返しです。体の前でシャトルを処理することがポイントですが、そのためにもリターンコースの見極めが大切です。お互いドライブを打ち合っている中で、一歩前へ踏み込んでプッシュで決めます。もし決まらなくてもドライブを止めることで攻撃の主導権を握ることができます。双方がコート後方からサイドアームでドライブを打ち合います。腕の力だけでなく腰のひねりを使った方がシャトルに勢いが出ます。スマッシュし、相手のリターンがネット前に浮き上がったところをプッシュで決める練習。先ほどのスマッシュ&ネットと同じく、スマッシュ後ネット前まで3歩で詰めています。この形はシングルスでもよくあるので、シングルス用の練習にもなります。一人でコートの前面を守りきるので、オールラウンドな動きが要求されます。苦しくてもシャトルに食らいついていき、自分なりにリターンコースを考えて打ちましょう。2人の側はボンミスをせず、丁寧にシャトルをつないでいきます。野球のノックのように、相手が次々と送り出してくるシャトルをリターンする練習。1回も見逃さず取りに行くことが大切です。コートの中での持久力をノック練習で身につけます。両足を揃えたジャンプからのプッシュ、中間距離からのシャトルの処理はこうして行います。ダブルスゲームにおける前衛後衛の役割、ポジショニングをこれから紹介する試合形式の練習の中で学びましょう。攻撃側と守備側に分かれ、一方がトップ&バックの陣形を敷いて相手を攻め続けます。後衛はスマッシュ、ドロップを、前衛はヘアピン、プッシュを使い分けて攻撃に変化を持たせます。女性の場合、
シャトルを打ち上げてしまうケースが多いのですが、やはり攻撃は最大の防御。なるべくシャトルを上げないようにしましょう。互いにパートナーのことを考えて打つように心がけましょう。オールアタックと逆にサイドバイサイド、横に並ぶ陣形からレシーブを続けます。アンダークリア、ドライブ、ヘアピンなどで徹底的に守備の練習をします。不利な時は相手の両コーナーに確実にシャトルを振っていきます。膝に余裕を持ち、腰を落としすぎないように気をつけましょう。相手が打ち疲れるまでリターンできれば最高です。両チームがフロント&バックの陣形のまま打ち合います。後衛はともにスマッシュ、そしてロングドライブをクロスとストレートに打ち分け、前衛は相手のドライブを止め、プッシュ、ヘアピンで攻めることを心がけます。プレーしているうちに反面コートになりがちですが、コートは広く前面を使いましょう。フォアサイドへのシャトルをドライブでリターンした後、ポジションを前に詰めます。そこでパートナーが後ろに下がり、一時的にポジションチェンジを行います。これを何度も繰り返します。慣れてきたら一打一打ポジションチェンジをしてみましょう。このプレーと同じことをバックハンドストロークしながら行います。ローテーションはフォア側からだけではなく、バック側からも回り込み攻め出ることができるように心がけましょう。パートナーは常に後方のカバーに入るようにしてください。サービスレシーブ側はレシーブした時点で自分たちに攻撃権があることをよく認識しましょう。せっかくの攻撃権を放棄するかのようにすぐにシャトルを上げてしまう人がいますが、これは非常に不利です。少なくとも最初の5、6回目まではシャトルを上げず先手先手と攻めましょう。両チームともサイドバイサイドの陣形でドライブを自由に打ち合いリターンし合います。どんな時でも自分のところにシャトルが来るのだという意識を持つことがミスを少なくします。練習の締めくくりにシングルスにおける実践テクニックを学びましょう。勝利への鍵は相手コートの空いたスペースにシャトルを落とすことにあります。攻撃する人間は4つのコーナーに正確にシャトルを飛ばすように心がけ、守備側の人はフットワークを駆使して各コーナーに来たシャトルを返します。コートをお互い斜めに取り合い自由にストロークし合います。クロスのリターンに慣れることが目的です。
向こう側のプレイヤーのネット前からのリターンに注目してみましょう。ストレートのリターン、ネット前に落ちるヘアピン、クロスへのヘアピン、クロスの奥深くへのリターン、このように同じモーションをかけ各コーナーに打ち分けます。このコツは右足を踏み込み体にためを作ることです。また相手を手前に引き寄せないとこの効果は出ません。空中で両足を交差させずにジャンプしてショット。飛んでくるシャトルがあまりに高いとフットワークを使って落下地点まで行きますが、ある程度の高さならこの平行ジャンプで飛びついて打ちます。さまざまなコースに打ち分けられるように練習しましょう。相手にリターンされたシャトルを3歩のフットワークで取りに行き、それをヘアピンでリターンします。応用編で学んだドロップ&ロブによく似ていますね。さあ、それでは今までの基本練習を踏まえた実践プレーを見てみましょう。基本のストローク、フットワーク、ローテーションを確実にマスターすることで実践のプレーが身につきます。パターンを決めずに自由に動くことでより実践的な動きを身につけましょう。それではここで世界のトッププレーヤーの試合を見てみましょう。去年は国際大会香港オープンで初優勝しました。
背筋、腹筋ともに素晴らしいものを持ってますね。ネットインしない。見事に入れました。様子見合うヨーヨーとフレデリクセン。クリアの応酬からドロップ。長いラインになっています。珍しくネットに行った。返しきれませんヨーヨー。高いサービスです。第1ゲームはフレデリクセンが取りました。第2ゲームは中国のヨーヨーが取りました。セットオールのファイナルゲームです。2人ともいい動きです。逆カットでですね、見事にクロスに持ってきましたね。第2ゲームと第3ゲームの間にはたった5分間ですが休憩時間があります。5分間でこれほどに2人とも蘇るもんですね。そうですね、ここまで来る選手というのは、回復力も速いですからね。やはり第2ゲームの終盤とは動きがガラッと変わってますね。スピーディーな動きですよね。よく返してる。読んでますねヨーヨーも。一流プレーヤー同士になりますとこのようにラリーが長くなります。過去フレデリクセンに対しては2勝0敗というヨーヨー。ジャンピングスマッシュ 4-3 ヨーヨーリードしています。プッシュもう1点取りますとコートが入れ替わります。よく追いついた。よく追いついた。さすがは拾うヨーヨー。世界のバドミントンを席巻している感じさえあります中国。その男子の若手コートが入れ替わります。よく追いついた。よく追いついた。さすがは拾うヨーヨー。世界のバドミントンを席巻している感じさえあります中国。その男子の若きエースのヨーヨーです。中国選手って大体も後半強いですからね。中国というところは国内での競争が厳しいですものね。いいプレーです。アウト。ちょっと離されすぎですね、やっぱり。そうですね。フレデリクセンにとってはビッグタイトル獲得初めてのタイトルまで第1ゲームを取ったんですが、第2ゲーム第3ゲームと失いかけています。ジャパンオープン初優勝にあと2ポイントという中国のヨーヨー。もう精神的に楽でしょうね、ヨーヨー選手は。よく動く。逃れましたフレデリクセン。6-13。
スマッシュ、もう1回スマッシュ。第3ゲームは13-8、5ポイント、中国のヨーヨーがリードしています。うまいネットプレーです。惜しい。マッチポイントを握りました。14-8。まず振っておく。今度は前に落とすスマッシュ、ネットプレーに持ち込んだ。とりあえずクリア、これがアウト。ファッショナブルバドミントン、その華麗にして迫力あるスマッシュ。レッツプレイバドミントン。